長野県大町市信濃大町駅前にいます。はい、お待たせいたしました。大木沢駅切り発車いたします。ここからバスで大木沢へ向かいます。立山黒部アルペンルート。北アルプスをぶち抜いて作られた世界有数の山岳観光ルートです。長野からもバスがありますが、信濃大町から入ったのには理由があります。手荷物取扱所ありましたね。あそこで荷物を預けて富山で受け取ることができるサービス、アルペンポーターサービスが利用できるからです。信濃大町駅の目の前にあります。スーツケースを持っていたのでどうしようかと思っていたのですが、これで身軽になって立山黒部アルペンルートを楽しめます。立山黒部アルペンルートは松本盆地から関電トンネルで後ろ立山連峰をぶち抜き、ダムで黒部川を渡り、ケーブルカーとロープウェイで立山に取り付き、立山トンネルで立山直下をくぐり抜けて、観光バスで高山湿地帯を通り抜けたにもかかわらず、再びケーブルカーに乗せられ、いや、道ついてんだからケーブルカーに乗る必要あるの？なんで？という疑問には一切考慮されないまま、気がついたら富山行きの列車に乗っていて、よかったね、よかったな、よかったよかった。という、多分スイスあたりのやり方を取り入れた方式の超観光システムなのだ。恐るべき観光産業のシステムを、私たちはこれから体験しに行くのだ。備えよ。なんか、歪んでるな。いやいや、このルートを通り抜けるだけで、かなりの金額が費やされるのだよ。恐るべし関西電力、恐るべし立山黒部観光。電気料金だけでは足りないというのか。すでに大木沢に着いています。もうすぐ出発するよ。あ、はい。パンタグラフみたいなのは充電装置です。ここに駐車している間に黒部ダムまでの往復分の充電はできるらしい。走るときは下げます。もともとはトロリーバスだったけど、2019年からこのバッテリー式のバスになっているのだとか。このバスは関西電力の直営になっている。普段関電のエリアに住んでいる私からすれば、長野の山奥に来てまで関電に料金払わないとならないのか、なんという棒の深さかなどと思ってしまう。関電に対する敵意がありすぎじゃない？毎月の電気料金見たら敵意も生まれるわ。発車しますね。電気バスらしく静かに発車。働いている人は皆さんとても礼儀正しくて丁寧でした。でも大木沢で買った富山までの切符、3人家族の一軒家1ヶ月分の電気料金よりも大幅に高かったよ。それはなかなかの料金だね。値段聞いてちょっとビビった。カードで払えてよかったです。まあいい、仕方ない。見せてもらおうじゃないか。世界有数の山岳観光ルートとやらを。結構な上り坂です。この道路は一般車は入れません。関電トンネル電気バスか、関電の関係車両、工事車両のみが通れます。もともとは黒部ダム工事用の道路です。トンネル工事が大変だったことは映画にもなっているほどです。それが観光ルートになっているのですから、すごいなぁと素直に思います。さあ、トンネルに突入します。
トンネルは狭く、思ったより勾配がついています。この幅では行き違いはできません。トンネル内にはかつてトロリーバスが使っていたトロリー線が残っているようです。カーブもあります。難儀なトンネルですね。トンネルというよりも構造的には鉱山の坑道に近いように思います。湿気が高いというか、水滴が飛び交っているというか、トンネル内なのに雨降ってるんじゃないのという感じがします。しばらく話すネタがないので、トンネルの映像をお楽しみください。これどうやって楽しむんだよ。自分で考えろ。適当な場所に行ったらまた適当に喋り出します。またカーブしてる。自分では運転したくないトンネルです。北アルプスを横断するようなトンネルはここか阿房峠ぐらいしかないんじゃないかな。阿房峠道路は一般車が走れる有料道路らしいので、機会があれば走ってみたいかな。またカーブ。よくこんなトンネル掘ったな。もしかしてこのトンネルには出口なんてないんじゃないか。一生ここを抜け出せないんじゃないかなんて思ったりしてしまいます。もしかしてこのトンネルには出口なんてないんじゃないか。一生ここを抜け出せないんじゃないかなんて思ったりしてしまいます。無限ループに陥ったわけではなかったようで、変化がありました。破砕帯です。80メートルの破砕帯を突破するのに7ヶ月かかったという大量の水が噴き出す軟弱地層です。もう通り過ぎてしまいました。バスだと一瞬の距離なのにね。工事の苦労が忍ばれます。富山県に入ります。こんなとこまで富山県なのか。富山県警大変だな。誰か推理作家が北アルプス殺人事件をヒットさせたら、常に殺人事件が起きまくっている京都府警とか米花町のある警視庁並みに大変だろうななどと、どうでもいいことしかもはや思い浮かばないです。
トンネル貫通点です。ここでトンネルの幅が広くなり、対向のバスと行き違いが行えるようになっています。全線2車線にすることはいかに関電が大きな会社といえども難しいことのようです。片側2車線の高速道路で長距離のトンネルが普通になっている高速道路工事にいかにとんでもない金額が投入されているかなんとなくわかりますね。黒部ダム方面からやってくるバスを待ちます。信号も赤になっていますね。しばらくの間お待ちください。それでは黒部ダム駅からのご案内をいたします。黒部ダム駅からダムに向かうルートは2つに分かれています。電気バスを降りて通路を右に行くと展望台へ通じる220段の階段が待っています。左に行くと60段の階段を降りて直接ダムへ行くことができます。車椅子のお客様は駅の係員にお声かけください。それでは右手に進んでダム展望台から外階段を降り迫力の観光放水を間近に見ることができる新展望広場レインボーテラスを経由しダムレストハウスへ向かうコースをご案内します。220段の階段を上ると展望台に行くことができます。標高1508メートルの展望台からは立山連峰の大対向のバスがやってきた。眼下に広がる黒部ダムを見渡せる絶好のポイント。観光放水の量はなんと毎秒10トン以上。1台。天気の良い日は放水にかかるきれいな虹を見ることもできます。観光放水の期間は6月26日から10月15日ですが、天候などにより中止になることもありますのでご了承ください。展望台から外階段を降りてダムへ向かうことができます。外階段は天候などにより通行止めになる場合がありますのでご了承ください。3台。外階段からさらに130段の階段を降りると新展望広場へ行くことができます。新展望広場にある特設会場では黒山建設工事の歴史をパネルや映像で楽しむことができます。信号が青になりました。出発です。テラスでは雄大で美しいアーチを描く黒部ダムを目の前に望むことができ、観光放水時には迫力のある放水を間近で見ることができます。トンネルについてのデータを説明します。全長 5.4 キロ。昭和31年8月建設開始。昭和33年2月開通。最大勾配106パーミル。標高1433メートルの扇沢川入り口から標高1470メートルの黒部ダムまで高低差37メートルのトンネルです。実際にバスに乗っているともっと高低差あるんちゃうんかと思います。でもこの高低差があれば電気バスなら実質上り分だけ電池が持てば帰りは発電ブレーキで電気を作りながら帰れるんじゃないかななどと素人としては思ってしまいます。なんかペカペカしてるな。もうすぐ到着でしょうか。トロリー線は左折方向だけに張られていますね。まっすぐは関電関係者だけのルートなのでしょう。まだもうちょっとかかるようです。トロリー線ずっとありましたね。さっきの分岐はどこへ行くんだろう。あんまり気にしないことにしよう。
明るくなってきた。また分岐してる。右は鏡岩かな。到着しました。結構長かったですね。感電マーク。さて、どっちへ行くべきか。右を選択しました。展望台まで220段。7分らしいです。頑張ります。しばらくお付き合いください。
3分20秒ほどで着きました。しんどかった。黒部ダムです。展望台から外階段を降りてきました。これがなかなか怖い構造の階段です。ダムの壁面についてる鉄製の通路が見えると思いますが、あれと同じ構造です。高所恐怖症の人には無理だと思います。ですが景色は大変良いです。さらにせり出した場所へ。怖いよ。こんな構造です。やばいでしょ。よくこんなダム作ったな。黒部ダムは重力式とアーチ式を組み合わせたコンバインダムです。両翼が重力式で間がアーチ式になっています。堤体の角までが重力式。手前に向かって傾斜していますが、この傾斜で圧を下向きの力へと変化させる構造です。放水している部分がアーチ式ダム。組み合わさって全体では複雑な形状のダムになっています。貯水量は2億立米。東京ドーム160杯分の容量だそうです。なんで東京ドーム？関西電力のダムなんだから甲子園で計算するべきだと思います。こういうところが微妙にいけてないと思うな。やたらと流木が丸くなってる部分がありますね。破砕帯の水の排水口があの辺りにあったと思うのですが、ちゃんと調べてません。コンクリートで秘密基地感がすごいです。上部構造物は建設時のケーブルクレーン以降かと思います。天気はあまり良くないけれど、山奥の雰囲気が出てる感じはします。
山奥のダム湖にも船はある。きっと釣りはできないと思うけど。高い。ちょっとした高層ビルより高いと思う。雲が下に見えるし、水墨画にしたらかっこええかも。黒部ダム中心、高さ186メートル。梅田スカイビル展望台が高さ173メートル。あれより高いのか。雨の影響か、流木と浮遊物が溜まっています。ようやくダムの反対側までやってきました。ケーブルカー乗り場。黒部湖駅です。ここからは立山黒部観光の運営する交通機関のお世話になります。
黒部ケーブルカー。日本で唯一の全線地下式ケーブルカーです。この山奥で全線地下とか呆れるというか感心するというか言葉がありません。冬場の雪害とかメンテナンスを考慮された結果かと。例年11月から4月までは運休されますので。全線地下というのがまた秘密基地感とジオフロント感を上げるのですが、そういう特殊な壁については何ともコメントしようもありません。出発しました。景色を楽しんでください。全線トンネルですけど、先にお詫びしておきますが、なんか操作を誤ったようで映像が途中までしか撮れていません。いきなりロープウェイの映像に飛びますので、あらかじめご了承ください。なんたる失態、黒部ケーブルカーのスペクタクルな映像を撮り逃すなんて。まあ全線地下ですから、ずっと今みたいな映像ですよ。途中に挟いたいとかないですからね。ちゃんと鶴瓶式の行き違いは撮れてますので、一番のメインイベントは撮れてるはずです。思ったのですが、途中で事故とか脱線とか火災があったら逃げ場ないな。ないですね。無事故運行に万全を期してもらいましょう。水がすごいな。もうすでにトンネル、破砕帯、水との戦いという図式が頭に刷り込まれています。洗脳、もとい、教育の重要性がよくわかります。おい、洗脳とか言うな。電気料金上げられたらどうするんだ。そうですね。これだけの設備を維持管理するには電気料金の値上げも致し方ないかと思います。洗脳されとるやないか。中間地点まで来たようです。俺たちの冒険はこれからだ。ちょっといろいろな事情があれで、ケーブルを降りて次はロープウェイです。重しが乗っているのは天候を考慮してだと思います。出発します。外から見ると要塞感のある駅ですね。立山ロープウェイは途中に支柱がありません。ワンスパン方式です。全長1710メートル、高低差488メートル、4線構想式。黒部平駅と大観貿駅間を7分で結びます。後ろ立山連峰がよく見えています。緑色の黒部湖、晴れた日にも来てみたいものです。支柱がない代わりに試作と営作を束ねる役割をする装置、検潮器が取り付けられています。この装置の名称を調べるのに小1時間かかりました。諦めかけた頃に
函館山ロープウェイのスタッフブログで見つけました。函館山ロープウェイもワンスパン方式なのだそうです。ウィキペディアの立山ロープウェイの項目には、ワンスパン方式は立山ロープウェイとガーラ湯沢、蘭道の2カ所だけだと載っているが、函館山も途中に支柱はないらしいぞ。誰か函館山がワンスパンに分類されない理由を知っている人は教えてほしい。反対側の半旗とすれ違いました。ここが中間ぐらいです。緑の絨毯といった感じですが、どうやって敷設したんだろうとか、非常時はどうやって脱出するんだとか、そういうところばかり気になります。緊急時に地上に降りてもこれではそこから動けないな。それともロープを伝って脱出するんだろうか。どっちにしても私には無理です。ワンスパンにしたのには落石や雪崩で支柱がダメージを受ける危険性があるからというのも理由らしいので、地上に降りたら落石に当たる危険性もあるのか。おう、真夏なのに雪が残ってる。すごいところだなと改めて思う。確かに雪崩が起きそうな場所です。黒べこが遠くになっちゃいましたね。
到着です。さて、この旅のメインイベント、トロリーバスです。ロープウェイの大眺望を見たすぐ後に乗り換えて穴蔵を走るというパラダイムシフト。しかし今年で最後の運行となるトロリーバスに乗れてロープウェイ以上の興奮を感じています。日本唯一のトロリーバスの最後の年の運行に。では出発しましょう。まもなく出発します。なかなか出発しないな。まだ？本日は立山トンネルトロリーバスにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。出発しました。大観峰の標高が2316メートル、室堂が2450メートルなので134メートル登ります。距離は 3.7 キロ、直流600ボルトで電化されています。トンネルの建設費は56億円。昭和40年代の金額です。今ならいくらかかるのか見当がつきません。力強い加速感。一応法律上は電車ということになっているようです。普通の電車ではこの高低差は登れないですけどね。やっぱりカーブあるんだ。トンネルにカーブがあるくらいではもはや驚かなくなったな。破砕体です。すでに破砕体免疫がついているので特に考えもなしです。行き違いです。トロリー線に鉄道のようなポイントがついているはずで、ここはまだ現役のはずです。Here we'll cross paths with the trolley bus from the other side.
この辺りは立山連峰の主峰小山の真下にあたります。立山直下です。この700メートル個人的にはもう立山は征服した気分になっています。対向車がやってきたようです。 This area is directly below the main peak of Oyama in the Tateyama mountain chain. Exactly 700 meters above us, the peak soars at an altitude of 3,003 meters. 結構人が乗ってるな。さあ行きましょう。次の室堂駅は屋上から美しい立山連峰を間近に見られる室堂高原に出ることができます。徒歩10分余りのところには三国内陸緑大地が水のような緑色をたたえて静かに立山山間を映しています。At our destination, Murodo Station connects to the Murodo Plain from the station route to view the majestic Tateyama mountain chain. The Mikuri Baike and Midori Baike farms are also only a 10-minute walk away. また、Murodo周辺には昭和時代の生き残りと言われる人物の来鳥の姿を見られます。このトンネル、運休期間中は蛍光灯どうしてるんだろう。やっぱりつけっぱなしですかね。途中にカーブがあるのは破砕帯をできるだけ避けたからとか、微妙な信憑性のネット情報が転がってました。本当かな？知っている方がおられたら教えてください。Thank you for traveling with us. Please take a moment to check you have all your belongings. And remember to watch your step as you leave the bus. 室堂に到着しました。日本一高い場所にある鉄道駅です。その称号も2024年限りですけれど、雪、そして曇り、雨の日に来る場所じゃないな。立山見たかった。アルペンカレーをいただきました。今までで一番高い場所で食べたカレーです。
味は普通でした。立山黒部アルペンルートで一番長距離長時間の乗り物、立山高原バスです。室堂から三田ヶ原を経て美女平まで、標高差約 1500m、23km の距離を約50分で降ります。三田ヶ原はラムサール条約に登録されている高原湿地で、地頭が多く存在し、多種の高原植物が見られるのだそうです。高原湿地か、全く知らん分野なのでどこに感心すればいいのかすら分かりません。どちらかというと、そんな場所にこんな道路作ってええんかなどと全てを覆すことを考えてしまいます。確かに池とか沼は多そうだな。高原って感じがめっちゃする。称名滝、ザ・観光スポットらしい。見えた見えた。ちょっと遠いな。称名滝と丸い頭、どう表現すればいいのだろう。月とすっぽん。バスから降りる必要あったんかと、とても疑問を持ってしまう乗り物、立山ケーブルカー。仕方ない、チケットももう買ってあるしな。美女平というネーミングセンスがここを経由する女性を魅了して納得させているに違いない。本日は立山ケーブルカーにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。美女平出発。すごい急角度だ。途中安全運行のためやむを得ず急停車する場合がありますので、お立ちのお客様は手すり、つり革などにおつかまりください。いきなり水がほとばしる。立山は本当に水がどこでも溢れてるな。Please hold on to a handrail or hanging strap when standing. このケーブルカーは標高977メートルの美女平駅から標高475メートルの立山駅まで、標高差およそ500メートル、距離にして1300メートルの区間を7分間で下ってまいります。立山という名前の駅がこのルート上で一番標高の低い場所にあるという矛盾。信濃大町駅の標高713メートルよりも238メートルも低い標高475メートルにある立山駅。富山が海沿いにあるということを改めて思い出させてくれる。富山といえば海鮮だもんな。室堂ではカレーと並んで白エビから揚げ丼がメニューに並んでいたことを思い出した。このケーブルカーの特徴は客車の前に連結された大きな貨車です。これは高さが日本一を誇る黒部ダムの建設当時、
体の一部を運搬した貨車です。The main feature of this cable car is the large cargo tray connected to the passenger car at the front. 現在でもお客様の大きな荷物や資材の運搬に原因として活躍しています。日本でこれほど大きな貨車を連結しているのはこの立山ケーブルカーだけとなっています。Many years ago, this cable car carried construction materials to build the Kurobe Dam, and as you can see, it's still in active service today, carrying heavy luggage and materials for traveling passengers. トンネル長くない？トンネルに慣れた私でも最後までケーブルカーでこんなトンネルを通るとは驚きです。ここで交換か。トンネル内でケーブルカーが交換するとは今日は2回目ですけど、普通はないんじゃないかな。貨車付きケーブルカーとすれ違い、貨車付きのケーブルカーに乗れるのは日本でここだけです。左に材木石という柱状設備が見られます。日本ではあちこちで見れるので、まあサクッと行きましょう。ここに来てまっすぐですね。このまままっすぐかと思ってたのに、素直には麓まで下ろしてくれないようです。またトンネルだ。まもなく立山駅に到着いたします。富山駅並びに宇奈月温泉方面へは電車にお乗り換えです。ようやく到着するようです。改札口を出て正面の階段をお降りください。We'll soon arrive at Tateyama Station. Change here to the train for Toyama Station and Unazuki Onsen.Please proceed past the ticket gate and down the stairs directly ahead to reach the platform. ケーブルカーはご乗車右に見えてきた鉄道は立山砂防工事専用軌道です。国土交通省直轄の常願寺川砂防事業用で 610mm のナローゲージと18段連続スイッチバックを含む全38段のスイッチバックで一部マニアに有名です。地中に支えられているのが千樹4スイッチバックです。到着です。貨物積んでたんだ。明らかに洗濯機ですね。荷物の積み下ろしが大変そうです。
て最終レグ富山地方鉄道で富山まで行ったらゴールです。先発の普通の方が特急より早く富山に着くということなので普通に乗ります。特急は別途特急券が必要になります。普通列車のはずですが特急みたいな顔してますね。元西武の5000系電車から改造された富山地方鉄道16000重型電車と思われます。快適そうな椅子じゃないですか。富山までくつろいで行けそうです。時刻表通りなら今入ってきたこれが特急になるのでしょうか。出発です。お待たせしました。本日も季節電車をご利用いただきありがとうございます。岩倉寺500石寺田方面電鉄富山行きです。次は本宮です。Thank you for using the Chichetu line. 山の中ではありますが3000メートル級の山から降りてきたばかりなので少しホッとする景色です。今常願寺川を橋で渡っています。見ている景色は常願寺川と称名川の合流地点です。瀬戸倉砂防園堤で合流し常願寺川として流れていきます。結構な水量のある川に見えます。この辺りにダム作る方が簡単に作れそうやんなどと思ってしまいますが、当然偉い人たちもそんなど素人が考えるようなことは検討したはずなので、黒部川に作ってこっちに作らなかったのにはなんか素人には考えも及ばないような深い理由があるのだと思っておきましょう。電車は結構ゆっくりと走ります。見た目は特急電車みたいですが実際には普通なのでこんなもんなんでしょう。人里離れた山奥から文明生活へ復帰するためのリハビリぐらいなもんなんでしょう。本宮です。We will soon be arriving at Mongu. T55. 後ろの車両のドアは開きません。一番前のドアからお降りください。最初の駅、本宮駅です。次は有峰口です。乗車券をお持ちでない次は有峰口という駅です。有峰口付近で常願寺川に合流する和田川の上流には
有峰湖というダム湖があり、有峰湖の総貯水量は2億2200リュウベイ、黒部湖よりも 10% ほど大きいです。私の素人考えも捨てたもんじゃないな。列車は千垣橋梁を渡っています。見えている橋は吉見橋です。常願寺川の対岸へ渡り、電鉄富山を目指します。岩倉寺駅です。アルプス農業協同組合という農協があるとは今日初めて知りました。かなり平地になりました。山から離れたなと思います。寺田です。We will soon be arriving at Terada. T8. 上市、滑川、魚津、新黒部、浦月温泉方面お越しのお客様、お乗り換えになります。Please change here for 上市、滑川、魚津、新黒部 and 宇奈月温泉。寺田駅です。分岐点にある重要な駅だと思うのですが、駅員がいるようには思えません。電鉄富山行きです。次は駅中船橋、駅中船橋です。日本一小さな村、船橋村から世界一のプリン作り、マイルドツグループはこちらです。次の越中船橋駅がある船橋村は日本で面積が最小の自治体です。北陸3県で唯一の村でもあります。後ろの車両のドアは開きません。一番前のドアからお降りください。立山黒部アルペンルートの看板だ。北陸新幹線です。ゴールまでもう少し。元の北陸本線、愛の風と山鉄道線が新幹線の向こう側に見えます。
工事の雰囲気がしていますね。電鉄富山駅の東側約 1km の区間を高架化する工事が行われています。北陸新幹線在来線はすでに高架化されています。富山地方鉄道線が高架化されれば富山駅周辺は全て高架となり、南北市街地を一体化して発展させられるという目論見です。お忘れ物のないようご注意ください。乗車券、IC カードは駅改札口でご清算ください。本日の次に来る時には工事が終わっているでしょうか。We will soon be arriving at 電鉄富山 T1 到着です。 Please change here for the Toyama City Tram, the Chitetsu bus. 実は朝のスタートが松本からでした。 JR 大糸線から始まってバスにケーブルカーにロープウェイ、トロリーバスもほぼ1日乗り物に乗って移動する旅でした。天気予報では暴風雨と言っていたのですが、せいぜい小雨でしたね。そういう予報だったからか、信濃大町から扇沢までのバスには3人しか乗客がいませんでした。個性的な顔してる。ようやく着きました。立山駅からが長かったな。仕上げに富山ブラック、すんげー濃い味してました。労働者の味。おかずとして食べるラーメンです。ご飯は必須です。チャーシューの味付けも激濃いです。ではまたの機会に。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでもらえましたか？よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。お願いしますなのだ。